フィレンツェはルネサンスの光がきらめく街です。芸術と学問が花開く舞台として有名ですが、その華やかな表面の裏側には血と汗と陰謀が渦巻く暗い劇場が同時に上演されていました。15世紀末、メディチ家は実質な支配者として君臨していましたが、共和政体という名目を保っていました。そして1494年、メディチ家が追放された瞬間、ローマ教皇がフランス王と手を結びます。これによりイタリア半島全体が大国の駆け引きの舞台となり、市民は自由と安全を守るために新たな政治構造を探し始めました。こうした時代に登場したのが、若き外交官ニッコロ・マキアベッリです。1469年にフィレンツェで生まれた彼は、優れた学識と鋭い観察目を持つ青年として、共和国の第二書記局長に抜擢されました。彼の任務は、フランス王ルイ12世への使節やスペイン王フェルディナンド2世への交渉など、多岐にわたりました。マキアベッリは王侯貴族の策略と都市国家間の微妙なバランスを目の当たりにし、特にチェーザレ、ボルジアという野心な枢機卿がイタリア各地で勢力を拡大していく様子を生きた教材として観察しました。ボルジアは父なる教皇アレクサンドロ6世の後ろ盾を得て、ローマ近郊の領土を次々と併合します。その冷徹さと迅速な行動は、マキアベッリが後に、君主論で称賛するビルトーの典型例とされています。ビルトーとは、単なる道徳美徳ではなく、変化する情勢を読み取り、機会をつかみ、危機を乗り越える実践的な能力と意志のことです。ボルジアが敵対勢力を排除し、必要とあらば残忍な手段を取る姿に、理想的な統治者像の雛形を見出したのです。しかし、どんなに巧妙に策を練っても、運命の女神フォルトウナの影響は免れません。フォルトウナは予測不能な外的要因、疫病、経済危機、同盟国の裏切りを象徴します。マキアベッリはフォルトウナを若い女のようと比喩し、時に甘く、時に激しく、支配者の手の届かない力だと言いました。だが、フォルトウナは完全に無力なわけではありません。半分は人間の手の中にあり、残りの半分は自然の流れに委ねられます。この二元的な関係が、政治の現実主義を形作るのです。フィレンツェの街角で、こうした抽象概念が具体的な事件として顕在化しました。1497年、サボナローラというドミニコ修道士が市民の不満を煽り、教会批判と道徳改革を掲げて権力の座に立ちます。彼は、神の裁きは今ここにある、と宣言し、贅沢品の焼却や公共の清掃を強制しました。一方で、マキアベッリはサボナローラの急進手法を警戒し、宗教熱狂が政治安定を脅かす危険性を指摘します。そして1498年、サボナローラは逮捕され、家刑に処されました。この出来事は、政治と宗教が交錯する危ういバランスを象徴しています。激動の時代に、マキアベッリは自らの経験と観察をもとに、政治の自律性という概念を打ち立てました。彼にとって政治は、道徳善悪の問題ではなく、国家の存続と繁栄を保障する技術、テクネ、です。君主は時に慈悲深く、時に残酷であるべきだと説きました。目が手段を正当化するだけの単純な公式ではなく、状況判断と柔軟な戦略が求められるのです。例えば、第18章で語られる、狐と獅子の比喩は、狡猾さと武力の両方を兼ね備えるべきだという教訓です。狐は欺瞞と策略で敵を翻弄し、獅子は力と威圧で相手を屈服させます。真の君主は、この2つの特性を適切に使い分け、時には残酷さを選択し、時には寛容さを示します。それがビルトーの本質であり、フォルトウナに抗う唯一の手段なのです。マキアベッリは実際にフィレンツェの議会で政策提案を行いました。軍事組織の再編や外交方針の見直しを試みました。しかし、1512年にメディチ家が復権すると、彼は失脚し、投獄という厳しい運命に直面します。この個人的な転落さえも、
フォルトウナの不可避性を示すエピソードです。投獄中に執筆した君主論は、逆境の中でこそ真のビルトーが試されるという信念の結晶です。フィレンツェの街並みをイメージしてください。アルノ川沿いにそびえるパラッツォ・ベッキオは市民の集会場として機能しました。首脳の鐘が鳴り響くたびに議論と決断が交錯し、橋の上では商人が取引を交わし、芸術家が壁画を描き、詩人が恋愛と政治を歌いました。こうした多様な活動が共存する空間こそが、マキアベッリが理想とした活力ある共和国の土壌でした。彼は芸術と政治は切り離せないと考え、文化繁栄が市民の忠誠心と結びつくことで国家は堅固になると主張しました。フィレンツェの権力闘争は、個人間の争いだけではありませんでした。メディチ家の財政支配、サボナローラの宗教熱狂、ボルジアの軍事野望、そしてフランスとスペインという外部勢力の介入が複雑に絡み合っていたのです。マキアベッリはこれらをネットワーク上のエージェント間の闘争と捉え、政治リアリズムの枠組みを先取りしました。彼の分析は現代の国際関係論に通じる洞察を提供しています。国家間の権力バランスが変動するたびに、各国は自らのビルトを磨き、フォルトウナに備える必要があります。この視点は、今日のグローバルな政治情勢にも当てはまります。マキアベッリの思想は、現代にも影響を与えています。企業のリーダーシップ研修や政治家の戦略講座では、しばしば、ビルトを鍛えることが推奨されます。危機管理の場面で、予測不能なリスクにどう対処するかは、まさにフォルトウナとの戦いです。さらに、AI 技術が社会に浸透する中で、アルゴリズムが意思決定に与える影響は、古代ローマの占星術と同様に予測不能な要素として認識されています。マキアベッリは技術中立性の幻想を警告し、権力の集中がもたらす危険性を常に指摘していました。だからこそ、技術導入の際にも制度的なチェックと人間の倫理判断を組み合わせる必要があります。現代のポピュリズム運動でも、マキアベッリの教えは有用です。大衆の感情を巧みに操り、短期的な支持を得るだけでは永続的な統治は成り立ちません。真のリーダーは民衆の期待に応えると同時に、長期的な国家の安定を見据えて行動しなければなりません。これは、君主論第15章で語られる、人民の支持と軍事実力の両輪の概念と一致します。もしあなたがフィレンツェの共和国の指導者だったら、ビルトーとフォルトウナのどちらに重きを置き、どのようにバランスを取るでしょうか。答えは簡単ではありません。マキアベッリが示したように、状況は常に変化し、運命は予測できないものです。だからこそ、私たちは常に学び、適応し、時には大胆な決断を下す覚悟が必要です。過去の歴史は現在に語りかけます。フィレンツェの石畳の上で、芸術家が絵筆を走らせ、政治家が文書にペンを走らせたように、私たちも日々の生活の中でビルトを鍛え、フォルトウナに備えることができます。歴史の教訓を胸に、一人一人が自らの舞台で光を放つ存在になることを願います。しかし、フィレンツェの光と影は、マキアベッリの死後もなお、街角の石畳に残り続けました。1527年のローマ包囲戦がイタリア全土に混乱をもたらす中、メディチ家は再び権勢を握ります。ロレンツォ。で、メディチは芸術と政治の両面で新たな黄金時代を築こうとしました。彼はミケランジェロやレオナルド、ダ・ヴィンチを支援しつつ、フランス王アンリ2世とスペイン王カルロス1世の間で巧妙に立ち回りました。その背後には、マキアベッリが、君主論で提示した目は手段を正当化するの逆説解釈が潜んでいました。ロレンツォは自らの統治を芸術統治と呼び、文化繁栄を政治安定の象徴と位置づけましたが、実際には財政赤字が拡大し、貴族層と商人層の不満が噴出していました。この時期、フィレンツェの街は新たな闘争の舞台となりました。3. ロレンツォ広場では、
市民が税金の増減や軍備の拡充について激しく議論しました。特に銀貨の価値が急落したことに端を発したインフレーションは、労働者階級の生活を直撃し、暴動の火種となりました。ロレンツォは都市警備隊を強化し、同時に孤児院や病院の建設を推進します。この二重政策は、マキアベッリが提唱した慈悲と恐怖のバランスを実践に体現した例として、後世の政治学者に引用されました。マキアベッリの思想は、没後すぐにヨーロッパ各地へ波及しました。1519年に出版されたラテン語版 DEPRINCIPATIBUS は、フランスの王室顧問やスペインのハプスブルク家の官僚に読まれ、実務的な政治指南書として重宝されました。特にフランソワ・ラブレーは、君主論を熱心に研究し、フランス王フランソワ・カズヨの外交政策に取り入れたと伝えられています。ラブレーはフォルトウナの不可測性に備えるため、常に予備兵力と財政余裕を確保すべきだと主張し、これが後の均衡政策の原型となりました。イギリスでは、エリザベス朝の政治家トマス・モアがマキアベッリの実務側面を批判的に受け止め、道徳理想と実利主義の融合を試みました。モアは、ユートピアの中で理想国家の構築にあたり、法の支配と市民の美徳を同等に重視します。これはマキアベッリが示すビルトーの鍛錬とは別方向のアプローチであり、同時代の思想対立を象徴しています。フィレンツェ内部でも新たな権力構造が形成されました。メディチ家の血統が絶えると、銀細工職人や織物商人といった新興ブルジョワジーが政治参加を求め、共和制復活運動が勃発します。1529年、シモーネ・ディカステッリーノは、市民の声こそが国家の根幹である、と宣言し、パラッツォ・ドゥオーモの議場で演説を行いました。この演説は、マキアベッリが、君主論で警告した民衆の支持は揮発しやすいことへの直接的な反論として、民意の永続性を訴えるものでした。フィレンツェという町では、権力をめぐる激しい争いの中で、芸術と政治が互いに刺激し合う不思議な文化が生まれました。例えば、ミケランジェロが作ったダビデ像は、単なる美しい彫刻ではありません。当時の共和国が持つ独立心や、個人が持つ能力、つまりビルトーという力を象徴する政治的なメッセージだったのです。彫刻の筋肉がピンと張り詰めている様子は、運命という名の荒波、フォルトウナに立ち向かう勇気を表していました。人々はその姿を見て、自分の中にある力を呼び覚ましたのです。また、ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」という作品も、神話的な美しさと人間の欲望という正反対の感情を描いています。これは、政治における現実的な考え方と理想的な考え方が同時に存在していることを暗示していました。17世紀になると、マキアベッリの考えはさらに深い影響を与えるようになります。当時のイタリアの国々は、30年戦争の影響で世界の秩序がめちゃくちゃになり、国同士の力のバランスをどう作り直すかという課題に直面していました。そこで登場したのが、オランダの政治哲学者、ヨハン・ホイジングスです。彼は自分の本の中で、マキアベッリの言葉を引用します。運命というフォルトウナが船の舵を握っているとしても、人間の能力であるビルトーがあれば帆を張って進むことができる、という例えです。彼は、国は外部の環境に合わせて柔軟に変われる仕組みを持つべきだと主張し、この考えは、近代な憲法や議会の仕組みを作るきっかけとなり、ヨーロッパ全体の政治の形を大きく変える革命となりました。日本でも、江戸時代の儒学者や幕府の政治家たちが、マキアベッリの実践的な考え方に注目しました。特に松平定信は、武家諸法度というルールを書き直す際、統治者は時には厳しい罰を与えて秩序を守るべきだという教えを参考にし、藩の管理体制を強めました。また、定信は人々からの信頼を得るために、お祭りや芸能活動を応援します。
文化に豊かな社会にすることが政治の安定につながるという考え方は、マキアベッリのやり方と驚くほど似ていたのです。20世紀になると、マキアベッリの視点は心理学や行動経済学の分野でも見直されました。科学者たちは、運命という不確実な要素をリスクアンビギュイティと呼び、個人の能力を自己効力感として定義します。実験の結果、過去に成功体験が多い人ほど、不確実な状況でもリスクを取る傾向があることが分かりました。これは、マキアベッリが言った経験に基づいた判断力という考え方が、現代の科学でも証明されたと言えます。また、会社の経営者がピンチの時に素早く決断するやり方は、君主論に書かれている瞬時の判断と大胆な行動そのものであると指摘されました。情報化社会になると、運命というフォルトウナはデジタルデータの洪水という新しい姿に変わりました。SNS で一気に広がる偽ニュースや、アルゴリズムが作り出す偏った情報は、政治の決定に予測できない影響を与えます。ここで再び重要になるのが、マキアベッリが警告した技術の中立性という幻想です。技術そのものに善悪はなく、使う側のビルト、つまり能力や意志と結びついて初めて正しい方向へ導かれます。そのため、今の政策を作る人は、デジタル技術を導入する際に透明性を確保し、設計段階で倫理的なチェックを入れる必要があります。これは、昔の占星術師が星の配置を読み解いたように、現代のデータサイエンティストが統計で予測を立てる際、常に不確実なことがあると意識し続けることと同じなのです。さらに、気候変動という地球規模の運命に直面し、国は長期的な視点での能力育成を迫られています。再生可能エネルギーへの切り替えや災害対策は、目先の政治的な利益とはぶつかることが多いものです。しかし、未来の不確実性に備えて資源を蓄えておくというマキアベッリの考えは、まさに今の課題にぴったりです。例えば、欧州連合が2030年までに炭素排出量を大幅に減らす目標を立て、共同で防災計画を作っているのは、運命に対抗するための集団的なビル等の具体例と言えるでしょう。ここで、フィレンツェの路地裏に伝わる小さな話をしましょう。1525年、若きがカアンドレア・デル・サルトが、マキアベッリの本をこっそり写して壁画に埋め込んだと言われています。そこには狐とライオンが交差する場面が描かれ、その背後に、運命は勇者の手に委ねられる、という文字が隠されていました。当時の市民にとって、この絵は単なる飾りではなく、日々の政治的な駆け引きを生き抜くための秘密の助言だったのでしょう。今でもウフィツ美術館の地下に保存されているこの壁画は、マキアベッリの思想が一般の人々にまで浸透していた貴重な証拠となっています。こうして振り返ると、ルネサンス期のフィレンツェは単なる芸術の楽園ではなく、権力と運命、そして人間の本質を試す実験場だったことがわかります。マキアベッリが残した君主論は、時代を超えて政治の教科書となるだけでなく、個人が自分の能力を磨き、予測できない運命に立ち向かうための心の指針でもあります。私たちが今向き合っているテクノロジーの倫理や環境危機、世界的な権力争いといった複雑な問題は、すべてこの古典が投げかけた問いへの新しい答えを探していると言えるでしょう。そこで、あなたに問いかけます。あなたはこの世界で、どのように自分の能力を育て、運命に備えるべきでしょうか。歴史の教訓を胸に、個人の行動と社会の仕組みが調和する未来を一緒に描いていきましょう。フィレンツェの石畳が語りかける声は、今も私たちの耳に届いています。この問いに答えるために、まずはフィレンツェ内部で起きたパッツィ陰謀という事件を詳しく見てみましょう。1478年、ロレンツォ・で、メディチが暗殺されそうになったこの事件は、単なる権力争いではなく、能力と運命のぶつかり合いを象徴しています。当時のメディチ家は、芸術のパトロンとしての顔と、金融王としての顔を持っていました。しかし、その経済的な支配は商人や職人たちへの厳しい税金徴収を伴い、不満が溜まっていました。首謀者のフランチェスコ・
パッツィは教皇の支援を受けて暗殺を計画しましたが、予想外に警備が厳しかったという運命のいたずらにより、計画は失敗に終わりました。この失敗は、陰謀側に組織的な情報網や素早い決断力というビル等が欠けていたことを露呈させました。ロレンツォはその後、反乱者の一部を許すという寛大な処置を取りつつ、都市を守るための新しい民兵制度を作りました。これにより、運命の不確実性に対抗できる集団的な能力が形作られたと評価できます。次に、女性の政治的な役割についても触れたいと思います。メディチ家の娘カテリーナ・デ・メディチは、夫と共に外交を担いました。彼女は手紙の書き方で巧みに相手の心理を操り、相手のプライドを刺激しながら自分の利益を最大にする術に長けていました。彼女の手紙は、後の外交官たちが参考にする言葉の武器となり、君主は言葉で敵を制するというマキアベッリの思想を実践した例として学ばれました。さらに、彼女は子供たちに芸術と科学の教育を進め、次世代の能力を育てる土壌を作りました。男性中心の社会において、女性が間接的に政治的な能力を高めたこの事例は、マキアベッリの理論が性別を超えて通用することを示しています。また、フィレンツェの街の作り方そのものが、政治的な能力と運命の相互作用を形にした実験だったと言えます。13世紀末から14世紀初頭にかけて、市は狭い路地を広げ、広場や大通りを新しく作りました。これにより軍事的な守りはなるくなりましたが、市民の移動は自由になりました。広場は議論や市場の場となり、情報の伝わるスピードが飛躍的に上がりました。情報が早く伝わることで、統治者は運命の変化をすぐに察知し、即座に政策を変えることができるようになりました。つまり、都市計画そのものが制度的なビル等であり、災害や疫病などの外部からの衝撃に耐えうるインフラとして機能したのです。ルネサンス期の芸術作品が政治的なメッセージを持っていた例も挙げましょう。ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」は、一見すると神話的な美しさだけに見えますが、実はメディチ家の権威を象徴しています。ヴィーナスが海から現れる姿は、メディチ家が金融の波を乗り越えて繁栄したことを暗示し、見る人に、運命は我が手に委ねられる、というメッセージを伝えていました。ボッティチェリ自身もマキアベッリの著作を読み、絵画に政治的な意味を込める手法を学びました。作品を通じて支配者の能力を称えつつ、民衆の期待と不安を映し出したのです。このような芸術と政治の融合は、視覚的な宣伝としての先駆けとなり、後の時代の教会絵画にも影響を与えました。さらに、16世紀後半の宗教改革がフィレンツェに与えた影響も重要です。カルバン派の活動は、教皇の権力への挑戦であると同時に、政治構造を揺さぶる運命の新しい波となりました。メディチ家はこの波に対抗するため、カトリック教会との結びつきを強めると同時に、市民への慈善事業を広げました。貧しい人々への支援で支持を得ることで、政治的な基盤を固め、運命の不安定な要素を内部から抑え込んだのです。ここで重要なのは、慈悲は時に最良の武器になるというマキアベッリの教訓が、実際の政策になった点です。慈悲と権力のバランスを取ることは、統治者たちにとって新しい課題となりました。近代になると、フィレンツェは産業革命の波に乗り、繊維業や金属加工業が急速に発展しました。この経済の変化は、古い貴族階級と新しく現れた資本家たちの間で、新たな権力争いを生みました。資本家たちは資金と技術を武器に、政治への参加や議会制度の導入を求めました。結果として、1889年にフィレンツェはイタリア王国の首都となり、憲法づくりに関わる機会を得ました。この過程で、マキアベッリの思想は、国家は常に変化する運命に適応するために柔軟な制度を作るべきだという形で再解釈されました。特に、地方自治体が独自に交通網や上下水道を整備したことは、地域レベルでの能力育成と言えます。これにより、中央政府に集中した運命に対抗できる分散型の政治構造が作られました。第二次世界大戦後の復興期にも、
フィレンツェは文化遺産の保存と町の再建という2つの大きな課題に直面しました。戦災で被害を受けた歴史的な建物を復元することは、ただ観光地を戻すだけではありません。その土地に住む人々のアイデンティティを再び築く、マキアベッリが言う、ビルトの行為なのです。復元作業では、建築家と歴史学者が協力し、古代ローマや中世の建築技術を再評価しました。その結果、過去と未来を融合させた新しい建築様式、ポストモダン、ルネサンスが生まれました。これは、フォルトウナがもたらす破壊的な変化に対し、創造的なビル等で応えるモデルケースとして、世界中から注目を集めました。21世紀に入ると、フィレンツェはデジタル、ヒューマニティーズの拠点として再び注目を浴びます。大学や研究機関では、マキアベッリの原点テキストをデータベース化し、自然言語処理技術を使ってテキスト内の概念ネットワークを可視化しました。このプロジェクトは、ビルトとフォルトウナの関係を数値で分析する試みとして、政治学と情報科学の融合を示す恒例です。また、シミュレーションゲーム、ルネサンス、シティでは、プレイヤーがフィレンツェの統治者になり、資源配分や外交交渉を通じてフォルトウナの変動に対応します。ゲーム内での成功は、プレイヤーがどれだけ効果的にビルトを発揮できるかにかかっています。このゲームは教育ツールとして学校教材に採用されており、古典的な政治哲学が現代のテクノロジーと結びつくことで、新たな実践価値を生み出しています。フィレンツェの街角には、小さな銅像、フォルトウナの女神があります。19世紀末に市民団体が設置したこの像は、女神が風車を回しながら船を導く姿を表しています。像の足元には、ビルトは学びの中に宿り、フォルトウナは勇気の中に現れる、という碑文が刻まれており、観光客だけでなく地元住民にも日々の生活指針として親しまれています。現代のフィレンツェ人は、この像を見るたびに、歴史の教訓と自己鍛錬の重要性を再認識し、個々の行動が都市全体の運命を形作るという意識を共有しています。こうして、過去の陰謀と叙事し、芸術と科学、そしてデジタル革新が交錯するフィレンツェは、マキアベッリが描いたビルトとフォルトウナの永遠の舞台として、今もなお新たな章を書き続けています。21世紀初頭、フィレンツェは過去と現在が交錯する舞台であり続けますが、かつての権力闘争の形態すらも新たな次元へと変容しました。1990年代後半、欧州連合の統合が加速する中で、フィレンツェは文化都市、ブランドを前面に押し出し、観光客誘致と同時に地域住民の生活質向上を目指す都市再生計画を策定しました。この計画の核心には、マキアベッリが説いた、ビルトは危機においてこそ試される、という教訓が再解釈され、危機対応能力を市民全体で育むことが掲げられました。具体的には、旧市街の石畳道路を歩行者専用に改装し、車両交通を郊外へ迂回させることで、歴史建造物への振動被害を低減させました。同時に、太陽光パネルと地熱利用を組み合わせたエネルギー自給モデルを導入し、公共施設のエネルギー消費を3割削減します。この取り組みは、フォルトウナがもたらす自然災害や経済不安に対抗するための技術ビルトの具現化として、国内外の学術誌で高く評価されました。2005年に開催されたヨーロッパシティフォーラムでは、フィレンツェ市長が壇上でこう述べました。我々は過去の栄光に甘んじるのではなく、マキアベッリが警告した運命は常に変転するという真理を胸に、柔軟かつ迅速な政策決定を行う必要があると、これに呼応する形で、市は市民参加型の予算編成制度を導入し、住民が直接公共事業の優先順位を決定できる仕組みを整えました。この制度は、権力者と民衆の間に新たな対話の場を創出し、古代ローマの公民大会を彷彿とさせますが、デジタルプラットフォームを介してリアルタイムで意見交換が行われる点で斬新でした。
2011年のアラブの春を受けた欧州各国の民主化波及に触発され、フィレンツェ大学の政治学部は、マキアベッリと現代ポピュリズムの特別講座を開設しました。講師陣には、イタリア国内外の比較政治学者が名を連ね、マキアベッリの君主論が SNS 時代の情報操作や感情投票行動にどのように適用可能かを議論します。その結果、学生たちはデジタル、ビルトと称する概念を提唱し、アルゴリズムによる情報配信の偏りを是正するための市民監視ネットワーク構築を提案しました。このネットワークは、匿名のデータ解析と公開討論を組み合わせ、フォルトウナが情報操作という形で再び現れることを未然に防ぐ試みとして、地方自治体の公式支援を受けて実装されました。芸術界でも新たな抵抗の形が芽生えました。2020年に開催された国際アートフェスティバル、ルネサンス・リーマジンドでは、若手彫刻家のユリウス・ロッサーノが、古代ローマの勝利像を模した巨大彫刻に、顔を覆う仮面としてマスクを装着させた作品を展示しました。この作品は、パンデミックという不可避のフォルトウナに対し、人類が取るべき、ビルト適応の姿勢を象徴すると同時に、権威への盲目服従を批判したものとして、来場者の間で大きな議論を呼びました。近年の気候変動への対応でも、フィレンツェは独自路線を走り続けています。2023年に始まった川辺再生プロジェクトでは、アルノ川の氾濫リスクを低減させるため、自然堤防と湿地帯の復元を同時進行で行いました。この取り組みは、古代ローマの推理技術と現代のエコロジカル、エンジニアリングを融合させたハイブリッド方式で、フォルトウナがもたらす自然災害に対抗する環境ビルトの実践例として、国連の持続可能な都市開発目標にも寄与しています。フィレンツェの街角に新たに設置されたビルトの灯火について言及しましょう。この灯火は、2025年に市が主催した未来への遺産キャンペーンの一環として、古代ローマの灯台を模した鉄製の塔に LED 光源を据えたもので、夜になると青白く輝きます。その基部には、知恵と勇気は、変転するフォルトウナの中で唯一の不変なる光である、と刻まれています。通行人はスマートフォンで QR コードを読み取ると、マキアベッリの原点抜粋とともに、今日の政治課題に対する解説動画へと誘導されます。こうしたデジタルと物理空間の融合は、過去の哲学洞察を現代の市民生活に直接結びつける新しい試みです。